ヨンジーの中国ライフ。はい、皆さんこんにちは。ヨンジーと申します。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。本日の動画では、これから日本人が中国に旅行・観光に行くための3つの方法をお伝えさせていただきたいと思います。で、この方法をお話しする前に、まず今この中国渡航に関する状況というのがどのようになっているのかというところを皆さんとご一緒に確認させていただければと思っております。まず今の状況なんですけれども、2020年の3月より日本人、つまり日本国籍者ですね。これに対する15日間の査証免除措置というのが停止となっております。これどういう意味かと言いますと、2020年の3月より前、つまりコロナより前でしたら、日本国籍者であればですね、中国に15日間ビザなしで滞在することができました。ですので、パスポートさえ持っていればですね、何の手続きもせずに中国に入ることができたんですけれども、2020年の3月以降ですね、つまりコロナ禍より後に関しては、中国政府がこの15日間の査証免除措置というのを停止しましたので、我々日本人はですね、パスポートだけでは今中国に入ることができません。このような状況ですので、日本人が旅行や観光の目的で中国に入る場合ですね、何かしらの手続きが必要となってきます。で、本日はその手続き3つの方法ありますので、それを一つ一つご紹介させていただければと思っております。まず3つの方法ですけれども、1つ目は観光ビザ L ビザを取得するという方法。2つ目は臨時入境許可。これは巷ではですね、トランジットビザ免除などという言い方をされたりもすることがあるんですが、厳密には臨時入境許可というものを取得する方法です。そして3つ目が特区旅遊ビザを取得する方法です。この3つをこれからお話しさせていただきたいと思います。1つ目、観光ビザ L ビザを取得する方法ですね。で、この観光ビザですけれども、まず名前の通りですね、中国に観光目的で渡航する場合に取得するビザとなっております。ビザの有効期限は3ヶ月間で、滞在可能日数は30日間となっております。この3ヶ月間30日というのがちょっと分かりづらいかもしれないんですけれども、この観光ビザですけれども、申請日から3ヶ月間がそのビザの有効期限となっております。ですので、その有効期限内であれば、このビザを使って中国に入国できますよ。その期間が3ヶ月間ありますということになります。そして、滞在可能日数というのは、ビザを使って中国に入った後、30日間まで中国に滞在していいですよという、そういった意味になっております。次に、観光ビザの取得方法ですけれども、こちらはですね、申請に必要な書類がいくつかございますので、それを用意した上で、東京、大阪、名古屋にある中国ビザセンター、あるいは各地にあるですね、中国の総領事館というのがありますので、こちらにご自身で行って申請手続きをするという形になっております。で、どの場所に行って申請をしなければならないというのは、お住まいの地域によってすでに決まっています。ですので、中国ビザセンターなのか、総領事館なのか、ご自身で選んでいくことはできません。で、この辺のですね、どういった書類を用意しなければならないのかというところ、また、どのような申請手続きがあるのか、どのような手順で進めていかなければならないのか、そういったものをですね、詳しく解説した動画を別で作成しておりますので、観光ビザ興味がある方はこちらの動画をご参照いただければと思います。で、こちらのビザはですね、申請から4営業日後に受け取りが可能となっております。また、ビザの申請は基本的にはご自身がビザセンターあるいは総領事館に行って手続きをしないとならないんですけれども、代理店というのがございますので、ビザの代理店に任せて申請手続きを進めることも可能です。その場合はですね、この代理店にパスポートだったり、申請に必要な書類を郵送して、あとは代理店側で全て処理をして、ビザが貼られたパスポートがご自身の元に返送されてくると。こういった流れになりますが、当然お金がかかりますので、この辺はご自身のご判断によるところかなと思います。次に費用ですけれども、ビザセンターでの申請の場合は7750円、総領事館の場合は2250円となっております。最後に注意事項ですけれども、ビザセンター、そしてこの中国の総領事館というのは平日しか空いていませんので、ご自身で申請をするという場合に関しては、例えばお仕事をされている方の場合は平日、お休みだったり半休を取ってこのビザセンター、総領事館に行かなくてはなりませんので、この点お気をつけいただければと思います。で、また先ほど少しお話ししたんですけれども、申請の場所がお住まいの地域ですでに決まっています。ビザセンターに行くのか、総領事館に行くのかっていうのはもう決まっていますので、ご自身の好きな場所で申請することができないという点についてあらかじめご理解ください。続きまして2つ目ですね。臨時入境許可を取得して中国に入国する方法です。
で、この臨時入境許可というのはですね、よくインターネット上ではトランジットビザ免除などという言われ方をされているんですが、正確にはこれは臨時入境許可というものを取得する方法になっています。で、これは何かと言いますと、中国を経由して第三国に渡航する場合ですね、24時間から最大144時間まで中国国内に滞在することができる許可というのを取得することができます。ですので、これを利用して中国に行って観光するというものになっております。取得方法ですけれども、こちらの臨時入境許可は中国の空港で取得をします。取得の際に必要なものなんですけれども、中国を経由して第三国に行くチケット、これが必要になります。例えばですけれども、出発する国が日本の場合、日本から中国、そして中国から日本以外の国に行くチケットですね。このチケットが必要になるということになります。この臨時入境許可というのは中国を経由して他の国に行く。その間のある一定時間内であれば中国国内で滞在、観光していいですよという、そういう許可になりますので、今申し上げました通り、日本から中国に行く場合は日本、中国、そして中国から日本以外の国に行く航空券のチケットが必要となります。で、この日本以外の国に関しては、香港、台湾も可能です。もちろん他の韓国とかタイとかベトナムとか他の第三国でも問題はありません。ですので、このような例はダメです。日本から韓国に行きます。韓国から中国に行きます。中国から韓国、そして韓国から日本。この場合はですね、韓国から中国に行って、中国から韓国に行ってますので、この場合ですと、韓国から来て、韓国に戻るという旅程になってしまっていますので、これですと、先ほどの中国を経由して第三国に行くというところが満たせなくなってしまいます。ですので、韓国から中国に来ている場合は、韓国以外の国に今度は中国から行かなくてはなりませんので、この部分お気をつけください。で、ここでは例として日本から中国に行って、中国から香港に行く。で、香港から日本に帰る。そのようなプランで考えてみたいと思います。まず、日本から出発するわけですけれども、出発をする際にですね、空港のチェックインカウンターで中国のビザがあるかどうかっていうのを確認されると思います。で、もし確認されましたらそこでトランジットビザ免除で中国に入国するんだという旨をお伝えください。そして日本を出発して中国に到着後、飛行機を降りたらですね、臨時入境許可申請24、144などと書かれたですね、看板や案内を見つけてください。そしてその方向に進んでいってください。大体は入国審査の近くにあると思います。そしてその臨時入境許可の申請をする窓口で臨時入境外国人入境カードという今画像を出しておりますけれども、こちらの青いカードを書いて、そしてですね、中国まで来た航空券、そして中国から第三国へ行く航空券、こちらの e チケットのコピー、またホテルに宿泊される方はそのホテルの予約確認書などを窓口で提示してください。いろいろ確認が終わって問題がないということになりましたら、パスポートに臨時入境許可のシールが貼られて無事に入国という形になります。はい。で、費用に関してなんですけれども、こちらは無料です。最後に注意事項なんですけれども、この臨時入境許可が発行できる空港は決まっております。今皆さんご覧いただいているのが国家移民管理局のページです。中国政府が公式に出している臨時入境許可に関するページですけれども、下の方を見ますと、この真ん中のところにですね、空港の名前が出ておりまして、ここに名前が出ている空港だけで臨時入境許可というのが取得できます。そして最大144時間のものが取得できる空港と72時間のものがこのように分けて書かれています。こちらのページの URL は概要欄に貼っておきますので、詳しい情報を見たい方は後ほどそちらをご覧ください。で、例えばですけれども、中国の広東省を観光したい、旅行したいという方であれば、広東省ですと、この3つの空港ですね。ここでのみ臨時入境許可が取得できますので、他の空港では取得できないというところをあらかじめご理解ください。そして、この臨時入境許可に関しましては、許可を取って中国に入った後、自由にどこでも滞在していいというわけではありません。ご自身が入国をした場所によってその後滞在できるエリアというのが限られています。例えば広東省ですけども、広州の国際空港で臨時入境許可を取得して中国に入国した場合、その後滞在可能なエリアは広東省エリアのみとなります。ですので広東省を出ることはできません。例えば広州から入って福建省に行きたいとか、上海に行きたいとかですね、あるいは雲南省に行きたいとか、広東省以外のエリアに
行くことができませんので、その点はご注意ください。もう一つ見てみましょう。例えば北京だとすると、北京の首都国際空港でこの臨時入居許可取りました。その後滞在できるエリアというのが北京と天津、河北、この3つの省と市だけですので、これ以外の場所には行けないと。例えば上海に行きたいと思っても上海には行けませんので、臨時入居許可を使って中国で観光する場合はこのような形で観光できるエリアが決まってしまっていますので、その点はあらかじめご理解ください。詳しいですね、その空港の情報や滞在可能なエリアに関しましてはこちら URL をご覧ください。最後に3つ目、特区旅遊ビザ E ビザを取得して中国に入る観光するという方法なんですけれども、こちらのビザは中国の経済特区と呼ばれている場所を観光するための特別なビザとなっています。特別なビザなので、ビザセンターなどのホームページにはこのビザの情報が載っていません。知る人ぞ知るビザという形になっています。で、中国経済特区何か所かあるんですが、このビザで観光できる場所というのが深セン市、珠海市、アモイ市、この3つの都市のみ対象となっております。で、ここからはですね、例として深センに行く場合のお話をさせていただきたいと思います。で、この特区旅遊ビザを取得して中国に入国をして、そして観光をするという方法なんですけれども、まずこの特区旅遊ビザというのをどこで取得するのかと言いますと、香港と深セン、中国側ですね、これの国境付近にある港岸という場所に行って取得をします。今皆様には Google マップをご覧いただいておりますけれども、この黒い線が川沿いにあると思うんですね。で、地図上にも書いてありますけれども、この黒い線の北側が中国、南側が香港というふうになっておりまして、ここには国境のようなものがあります。国境という言い方は正しくないかもしれないんですけれども、ここでは便宜上国境と言わせていただきます。で、この国境のところにですね、港岸と呼ばれる出入境を管理している施設がありますので、そこに行って特区旅遊ビザの申請をするわけなんですけれども、何箇所かあるんですね。で、そのうち特区旅遊ビザが取得できるところというのは限られています。で、本日は日本人の方がよく行く港岸の一つである港港港岸というところで取得する方法を簡単に説明させていただきます。はい。今ちょっと地図を切り替えたんですけれども、その港港港岸というのがここにあります。港港港岸というのがここにあります。特区旅遊ビザを取得するためにこの場所に行かなくてはなりませんので、まず最初に香港に入ります。多くの方はおそらく空路で香港に入ると思いますので、ここに香港国際空港がありますから、ここに到着します。その後、バスなどを利用してこの北のところにある港岸というところに行きます。そしてここで特区旅遊ビザの手続きを行うという形になります。で、港岸まで行ってそこでいろいろな手続きをします。書類を書いたり写真を撮ったりですね、そういった手続きをして、そして特区旅遊ビザが発行されて中国に入れるという形になるんですけれども、この辺のですね、手続きの詳細につきましてはインターネットなどで特区旅遊ビザと検索していただければ詳しく説明されているホームページたくさん出てきますので、そちらをご覧いただければと思います。で、また港岸に関してもですね、先ほどは港港港岸というのが日本人が比較的よく利用してますよというお話ししましたけれども、それ以外の場所でもこの特区旅遊ビザが取れる港岸がありますので、そちらについてもインターネットで検索されるとたくさん出てきますので、ご自身で検索されてみてください。こちらの特区旅遊ビザの費用ですけれども、費用は実はよく改定されています。で、この動画を出している2024年の2月2日時点では費用は130元、日本円で約2600円となっております。支払いに関してはビザマスターのクレジットカードを使えるというふうに聞いております。最後に注意事項がございます。一つ目ですけれども、こちらの特区旅遊ビザというのは1日のビザの発行数に上限があります。ですので、もしこの特区旅遊ビザというものの取得を検討されている場合は、なるべく早い時間に港岸に行って手続きをされると良いかと思います。遅い時間に行ってしまうと、もう本日のビザ発行はできませんと、上限に達してしまいましたと言われてしまう可能性がありますので、そうしますと中国側は入れませんので、その点はお気をつけください。2つ目ですね、滞在可能エリアについてなんですけれども、深センの特区旅遊ビザに関しましては、深セン市内のみしか滞在することができません。深センから外に出ることができませんので、その点はお気をつけください。また、深センの場合は5日間のみ滞在可能となっております。他の経済特区の珠海とアモイでも特区旅遊ビザ取れますけれども、珠海とアモイに関しては滞在可能日数は3日間となっております。
はい、以上ここまでで3つの方法を解説させていただきました。1つ目は観光ビザを取得する。2つ目は臨時入居許可を取得する方法ですね。そして3つ目が特区旅遊ビザを取得する方法となっております。で、最後にまとめとしまして、この3つの方法のうち、どの方法を取るのが一番いいのかというのが、悩まれる方多くいらっしゃると思いますので、私個人の意見にはなりますが、このような方にはこれがおすすめですよということを簡単にお話しさせていただきたいと思います。観光ビザがおすすめの方はこのような方です。まず中国国内の広い範囲で自由度の高い旅行、観光したいという方ですね。例えばいろいろなショーに行きたいという方、そして例えばですけれども鉄道で入国したり出国したいという方ですね。そのような場合でも観光ビザは取得することができますので、観光ビザがおすすめかなと思います。そしてできるだけ長く滞在したいという方ですね。観光ビザは最大30日間滞在できますので、長く滞在したいという方も観光ビザがおすすめです。あとは中国渡航前にビザについて安心しておきたい、渡航時の心に余裕を持ちたいという方ですね。観光ビザは渡航の前に事前に取得をしておくものですので、他の臨時入居許可や特区旅遊ビザというのは渡航した後ですね、中国側あるいはその国境付近で手続きをするというものになってますので、それと比較すると心の余裕がだいぶできますよね。渡航の前に全て準備が終わっていると。そういう状態で観光したいんだという方に関しましては観光ビザがおすすめです。次に臨時入居許可がおすすめの方ですけれども、中国国内の狭い範囲で旅行や観光をされる方、例えば上海だけに行くでしたり、北京だけに行く、広州だけに行くといった形で、省をまたいだ広い範囲での旅行ではなくて、ある特定の地域のみに滞在をするという場合、さらに観光ビザの30日間という長い期間ではなくて、1週間未満の短い期間での旅行を検討されている方に関しましては、臨時入居許可がおすすめです。で、次に、そもそも観光ビザを取るのが面倒だという方ですね。例えば、ビザセンターや総領事館がご自身が住んでいる場所から少し遠いと行くのがめんどくさいと。あるいは、ビザセンターや総領事館は平日しかやっていませんので、平日にお休みを取ってそういったところに行くのがちょっと難しいという方ですね。そして代理店にお金を払ってやってもらうのもちょっとあんまり良くないという方、そういった観光ビザをですね、事前に取るのがちょっと面倒だという方に関しましては、こちらの臨時入居許可がおすすめかなと思います。またですね、そもそも中国を経由して他の国に行く予定があって、でその国に行くまでの間の数時間、中国で時間があるので観光したいんだという方に関しては、こちらの臨時入居許可がおすすめかなと思います。最後に特区旅遊ビザがおすすめの方ですけれども、香港旅行のついでに深センにちょっと行ってみようかなという方ですね。メインは香港旅行なんですけれども、深センが近くにありますから、ついでなのでちょっと深センにも寄ってみようかななんていう、そのぐらいの雰囲気で深センに行こうと考えていらっしゃる方に関しては、特区旅遊ビザに関しましては、港岸に行って手続きさえすれば事前準備不要で取れるわけですので、そういった急なプラン変更で、なんとなくその場の雰囲気で深センに行こうかなという時には、特区旅遊ビザがおすすめかなと思います。で、同様にですね、例えばマカオ旅行がメインで、マカオで旅行していて、隣に首会があるから、ちょっと中国の首会でも見てみようかと。そういう方に関しては、首会の特区旅遊ビザを取って、ちょっと首会を見てみるとか、そういった楽しみ方をされる方は、特区旅遊ビザがいいのかなと思います。また、ビザマニアの方ですね。世界の変わったビザを取得して、パスポートに貼りたいと。そういったビザマニアの方も、この特区旅遊ビザを取ってみると面白いかもしれません。以上が日本人が今中国に旅行観光に行くための3つの方法になります。ただ実は1個おまけがありますので、最後におまけの話をさせていただきたいと思います。ここから先はおまけです。中国の海南島、中国語読みで海南島というふうに呼ばれますけれども、この海南島だけはビザ不要で滞在できます。はい。で、今、Google マップご覧いただいていると思いますけれども、この海南島というのはここにあります。この上の大きいところが中国大陸ですね。で、この中国大陸の下のところに、こういった卵を少し右に傾けたような形の島がありまして、ここが海南島です。で、この島にですね、海外から直行便で来る場合は、ビザが免除されます。ですので、先ほど私がお話ししました3つの方法ありましたね。観光ビザ、臨時入居許可、そして特区旅遊ビザですけども、そのどれも必要ありません。海外から直行便で来るだけで、日本のパスポートであれば
何の手続きもせずにこの島に滞在することができます。滞在可能期間は通常は15日間となっております。通常はと申し上げましたのには理由がありまして、ハイナン省指定の旅行代理店を通して航空券やホテルを予約した場合に限り、この15日間を延長して最大30日間まで滞在できるようになります。で、海外からの直行便なんですけれども、コロナの前はですね、日本からの直行便がありました。ただ今それがなくなってしまっていて、我々が一番アクセスしやすいルートで行きますと、一回香港に行って、香港から直行便でハイナン島に行くというのが一番行きやすいのかなと思います。で、このハイナン島はですね、中国のハワイというふうに呼ばれているような場所で、おそらく中国政府がですね、観光地として売り出したい場所なので、そういった背景があって特別なビザ免除ルールがこの島だけあるのかもしれません。はい、こんな感じで美しい場所ですね。リゾート地のような感じになってますね。これが中国のハワイ、ハイナン島です。ですので、このハイナン島だけに観光に行きたいんだという方もしいらっしゃいましたら、そういった方は香港だったりどこか海外を経由してハイナン島に行く直行便で行けばですね、ビザの手続き一切不要で15日間滞在できますので、そういった方法もあるということでご検討いただければと思います。これはあくまでもおまけ情報ですので、そういった特別な場所も中国にはあるよということで、皆様ご参考にしていただければと思います。本日の動画は以上となります。何かご質問などございましたらコメントまでお願いいたします。私がわかる範囲で回答させていただきます。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。